太陽、もうすぐ沈みそうですね。そうね。楽しい時間というのは過ぎるのが早いものだわ。私たちもそろそろ帰りましょう。もう帰るんですか？もう遅いからね。なーに？坊やはまだ遊びたいのかしら。あアトラクションはほとんど乗っちゃいましたね。あと1個残ってるわよ。あと1個。観覧車のこと？観覧車？丸いやつ？あれって楽しいんですか？小さい頃、男の子と一緒にあれに乗って街を眺めるのが夢だったわ。まあ結果として30数年独り身だけど、誰かが誘ってくれるなら乗ってあげてもいいんだけどな。でも誰もいないんだったらこのまま帰るしかないわね。残念だけどね。店長、よかったら俺と乗りませんか？いいわよ。あんた、こういうのがタイプなの？じゃあ、私も行く。ダメよ。観覧車は2人乗りなんだから。千秋、お前は彼女たちを見ててくれ。俺は一人で大丈夫だから。観覧車殺人事件ってニュースになっても、私は知らないからね。現実にそんな事件が起こるわけないでしょ。そうだ。レベッカ、何ですか？車の鍵を落とすとまずいから預かっててくれるかしら。いいですよ。じゃあ行きましょうか、店長。はーい。小さな遊園地だけど、この観覧車は有名なの。恋愛の旋律なんて呼ばれていてね。ここに並んで座ると恋人になれるっていうジンクスがあるのよ。直径は83メートル、地上からの高さは100メートル弱。一周にかかる時間は23分。小さな町の観覧車にしてはかなり大きい方ね。どうしてこんなことを？死ぬまでに一度はいいなって思った男の人と一緒に観覧車に乗りたかったのよ。そのことじゃありません。はあ、つまんないわね。いろいろやってきたからね。どのことを言ってるのかしら。どうして現在に人を襲わせたんですか？そのことね。トラブルとでも言っておこうかしら。この場合は過失って言うべきだろうけどね。過失ってどういう意味ですか？コントロールを失ったって言えば理解できるかしら。ふざけてるわけじゃないわよ。私はある実験を進めていたの。もうすぐ成果が得られると思った矢先に制御不能になっちゃったのよ。あなたは私が現在に襲撃を指示したと思っているんでしょ？アイギスに戦争を仕掛けようとしているんじゃないかって。ここ数日アイギスの注意を引かないように必死でまともに寝てないわよ。何の実験をしているんですか？制御下に置いた純在級原剤でローガンを壊滅させる実験よ。言っておくけど、これは子供が自分の両親を偉いんだって吹聴するような話とはわけが違うわよ。復讐のためですか？
その質問に答える前に先に聞いてもいいかしら。あなたはアイギスをどう思ってるの？それは。選択肢を用意してあげましょうか。文明の守護者、未曾有のスケールを持つ人類の共同体、時代に望まれ生まれるべくして生まれたもの。いつの時代にもその時代でしか生まれない存在があります。アイギスはこの時代において必然的に登場した組織なのだと思います。悪くない答えね。曖昧だけど間違ってはいないわ。なぜアイギスができたかは知ってる？現在に対抗するために。九州、ダニューブ、マヤ、カティア、ブルーマウンテン、インカ。彼らは現在に対抗するため自らの管轄権の一部を見ず知らずの九州の総部長と彼の任命した地区支部長に譲ったとでも？カティアのあの取り締まりを受けた古い貴族たちは現在と戦うことを嫌がったから消えていったとでも？あなたも分かっているはずよ。みんな分かってるの。アイギスの登場は人類が団結した結果じゃない。こういった巨大な装置が人類には必要なのかもしれないわ。破滅から逃れるためにはね。だけどその装置を生み出すために多くの人々が生贄にされたのよ。私もその生贄の一つでしかない。あれが巨大化するための養分でしかないってこと。今だってそう。あのブクブクと肥え太った組織は絶え間なく人類を飲み込み続けている。現在に対抗すると同時に人類を殺しているのよ。つまりはやはり復讐が目的だったと。復讐？いいえ、そんな退屈な話じゃないわ。復讐が成功したところで私の空白の20年が戻ってくるわけじゃないわ。私はただアイギスというこの偽りの盾を引きずり下ろしてやりたいのよ。そのために私は嘘と悲劇を作り出すの。偽りの旗印を掲げるアイギスが人の血に染まった盾であることに人々が気づけるようにね。そのために多くの人が死にますよ。必要な犠牲よ。本気で言ってるんですか？違うとでも？私がどうしてこんな場所で10年も待っていたと思うの？あなたの決心はともかく、どうして俺にそれを話すんですか？あなたが迷っているから。迷ってなんかいませんよ。あなたは自分が戦う理由も他人を守る目的も分かっていない。顔も知らない人に会いにこの町までやってきたようにね。あなたは命令に従っているだけなのよ。手を貸してほしいの。私ならあなたに命を懸けて戦う理由を与えてあげられるわ。お断りします。どうであれ、あなた側に立つことはできません。だろうと思ってたわ。あなたを説得するのは無理そうね。だけど構わないわ。あなたはいつかアイギスの嘘に気づく。その時あなたは私の戦友になってくれるはずよ。そんな日は来ませんよ。まだ結論を下すには早いでしょ。それより次のショーを楽しみましょうよ。ショー？そう、
見たこともないような盛大なショーになるはずだから。そろそろ時間ね。この高さなら空港がよく見えるんじゃないかしら。一体何が。もしもし、レビー？ええ、見えてるわ。レベッカに代わってくれるかしら。彼女に話したいことがあるの。店長、見えてますか？あの巨大な卵。レベッカ、これからたくさんの人が死ぬわ。あの巨大な卵は怪物になる。あの機体は原罪を引き寄せるの。もし何もしなければ、たくさんの人が死ぬことになるわ。どうすればいいんですか？あれを止められるのはあなただけよ。私が？レベッカ、この人の言葉に耳を貸すな。卵の中に入ればあなたは死ぬけれど、みんなは助かるわ。わかりました。何をしたんです？レベッカにこの町を救う方法を教えてあげたのよ。それがあなたの言う嘘ですか？いいえ、このことじゃないわ。あなたもレベッカがどういう人体実験に参加していたのか聞いてるでしょ。再生計画？そう、再生計画。ニムビウスに人体を置き換える実験。それと何の関係が？知ってるでしょ。現在の体はその体内にあるニムビウスコアから供給されるエネルギーによって構成されているの。ドライバーみたいにね。ドライバーと現在は違います。ローガンに来てからずっとレベッカとレビーが服用していた薬の中にある物質を混ぜていたの。何ですか？12年前にローガンを襲撃した純在級原剤。その体から剥離したニムビウスコアの破片よ。だからレベッカは現在の声が聞こえるというわけですか？ええ。だからレベッカならあの卵を止められると？ええ。もしレベッカがあの卵に入ったら何が起こるんです？彼女の肉体は消え、意識は現在と融合する。もし現在の体を乗っ取ることができれば被害を防ぐことができるかもしれないけれど、現在の一部となってそのまま消滅する可能性もあるわ。
ついでに言うと、彼女が卵に入らなければ準在級現在は12年に及ぶ束縛から解かれ、かつての災害が繰り返されるでしょうね。全く同じ現在が再び出現したら、ローガンの人たちはどう思うかしら。それは種となって人々の心に根を下ろし、そしてそれが成長しきった時、アイギスは終わるでしょうね。どうしてそんなことを俺に話すんですか？楽しみだからよ。あなたの反応がね。あなたが次にどうするのか、レベッカがどんな選択をするのか楽しみなの。ここは高度100メートルの密室よ。重要な情報をつかんだあなたは次にどうするのかしら。教えてくれる？アイギスのナビゲーターさん。それは当然。飛び降りる気？九州の映画を見たことありますか？え？下に降りる前に質問したいことがあります。何かしら。もしレベッカがあなたの嘘にとっての必需品だとしたら、レビーは何なんですか？というか、あの姉妹はあなたにとって何なんですか？